下宿の廊下の奥に、灰色の猫がいる。暗くてはっきり見えないが、二つの小さな眼が金色に光っている。あいつに入られたら追い出すのは大変だ。引き戸を開けると同時に部屋に滑り込み、素早く戸をピシャリと閉める。けれど、あまりにも建物が古かった。引き戸と柱の合わせ目に大きな隙間があり、そこから廊下がよく見えるのだ。やはり灰色猫の姿が闇に浮かぶ。目を凝らすと灰色のネズミのように見える。こんなに小さくては戸の隙間から部屋の中に入られてしまうに違いない。なんとかしなければならない。焦ってしまい、とりあえず近くにあった本で隙間を埋めようとする。すると、灰色ネズミはこちらの動きに興味を持ったらしい。いそいそと戸の隙間に近寄ってきた。ところが、それはネズミでもないようなのだ。顔が細長くて、馬のように見える。しかも灰色ではなく、白と黒の縞模様。白黒の縞の馬なら、ゼブラである。どうも怒っているらしい。その証拠に、いな泣いている。ただし、なぜか声は聞こえない。こんな小さなゼブラが部屋に入ろうとするの、どうやって阻止できよう。こんな薄い本では役には立たない。しかし、もっと厚い本を取ろうと移動すれば、きっとイカれるゼブラが部屋に侵入する。さらに悪いことは、どういうつもりなのか。戸の隙間が徐々に広がっているのだ。困った。実に全く困ってしまった。廊下の奥の部屋。つまり、隣の空き部屋に、誰かいるような気配がする。大家から話を聞いていないが、新しい住人でも入ったのだろうか。その時、隣の部屋の引き戸が開き、白熱電球の明かりが廊下に溢れた。朗読、ショートショート、ゼブラの廊下。